こんにちは、言葉つなぎです。今回は無強化版のスペルカードランキング、こういったテーマでお話をします。スペルカードは11種類あるので、全部取得するだけでも22,000ダイヤ消費してしまいます。運営からは2回分の強化素材が配布をされたんですけど、育成には1段強化をするごとにさらに2,000ダイヤを使ってしまうということで、今月11日には始まりの奇跡とコラボもあるし、伝説傭兵の育成もあるしで、ダイヤが足りない人は多いと思います。そこで今回はスペルカードを取得した段階、つまり無強化で使えるコスパの良さの観点からランキング形式にしました。僕自身ですね、全部のスペルカードを使ってみて、このカードは使いにくいだとか強いだとか、いろいろ思ったこともあるので、ランキング形式で解説をしていこうと思います。注意点は2点あります。1つ目は僕個人の現時点での評価ということですね。今後カード同士のシナジーだったり、このコンボが強いだとか、そういったのも含めて評価は変わる可能性があります。2つ目です。無強化での評価です。完全強化すると使用感が完全に変わるカードが見た感じ多数ありそうなので、この2点は注意してください。それは早速紹介をしていきます。全体としてはこんな感じですね。C はおすすめできない、 B は悪くはない、 A はおすすめ、 S は超おすすめ。大体こんなイメージです。それは解説をしていきます。まずは C ランク、巻きつくバイパー、地に飢えたオロチ、方向するダイヤウルフ、混沌のナイトメア、この4体を一緒に解説します。相手の攻撃面でデバフをかけたりだとか、直接持続ダメージを与えたり、攻撃範囲だったり支援範囲を1マスにするだとか、効果的にはめちゃくちゃ強いんですけれども、しかも例えばジンに持続ダメージを与えてアレックで倒しやすくするとか、言うまでもなく相手の支援だったり攻撃範囲が1マスになったら、絶大な効果があるので、書いてあることは強いんですけど、これらのカードは致命的な弱点がありまして、それは相手の上段にしか対応できないっていうことですね。これらのカードを使う場面としてはアリーナの防衛だったりギルド戦です。あとはアリーナの攻めのチャレンジャー隊以上だとかで特定の陣形を攻略するっていう用途があると思うんですけど、さすがにですね、上段しか選択肢がないってなると使い勝手が悪すぎるので、なかなかおすすめはしにくいですね。例えば自分の中ですごいいい防衛陣形があって、それが上段にとにかく強いっていうコンセプトにしたいとか、そういう明確な意図があれば取ってもいいかもはしれないんですが、それでもやっぱり上級者向けだと思います。復讐の羅刹、基本攻撃を受けた時に固定ダメージで反撃ができる。グランヒルトとかアルビオンマモニルとか挑発を効かせた防御型に適用できればかなり強いとは思うんですけど、無強化だと支援型にしか適用できないんですね。なのでちょっとその点が、性能と発動対象が噛み合ってないので、無強化だと弱い感じですね。連続のシルフィード、発動できれば強いっていうのはもう間違いはないんですけど、無強化だと8ターン開始前に発動ってなっちゃってるので、運用は現実的ではないと思います。ダイヤに余裕があって一気に強化できるってなるとまた話は変わってくるんですけど、ちょっとダイヤに余裕がなかったりしばらくは様子見たいっていう人だったら、このカードは避けた方がいいと思います。誘惑のセイレーン、免疫無視の誘惑を発動できるということで、相手の初手バルゼだったりアレックを誘惑できて同士打ちをさせればもう勝ち確定みたいな勢いで有利になるとは思うんですけど、実際このカード取るっていうのはすごい無難そうに見えるんですが、対策がすごいしやすいっていうのが気になります。例えば相手の防衛陣形にセイレーンが設定されてたとして、こっちは初手4ターンまでに行動してしまうと全然問題がないっていうのがありまして、その点ですね、ちょっと気にはなるんですが、取っても悪くはないとは思うんですけど、ただ個人的に発動モーションが一番凝ってて可愛いなと思いました。てか他のシンプルなモーションと比べるとクオリティが全然違うような気がするんですが、そのビジュアル的にはねすごいいいとは思います。追跡のファルコン、無強化でも発動は容易ではあるんですが、対策をされるとヘルガに突っ込んでしまうってなことも十分あり得るのがなんとも言えないところですね。あとは仮にヘルガに突っ込まなかったとしても相手の陣形にどうしても左右されてしまうっていうのは間違いがないので、アリーナでは特に結局運ゲーになっちゃうなっていうのが気になったところですね。守護のアイリス、自軍の上段に発動できるということで、先ほど C ランクのオロチとかの説明でそれらも上段
が対象ではあったんですが、相手側で発動なのか自軍で発動なのかっていうのでまるで使い勝手が変わります。手持ちの兼ね合いとかもあるとは思うんですけど、例えば中央ラインに攻撃だったり支援を置いて、上段にマモニルだったりルシウス、ジン、セイルとかの、ダミーラインを置いとくと確実に発動ができるっていうのが強みですね。中央に攻撃ラインを置いた時に相手のベルフェロンで大損害を受けるっていうのが一番怖いんですけど、うまくこの効果発動中にベルフェロンの攻撃を上段の一体だけで抑えると戦況は有利になるっていうケースもありますので、結構使い勝手はいいんじゃないかなと個人的には思ってます。自分の陣形で確実に恩恵を受けることができるっていうのはやっぱり強みだと思いますので、割とこのカードをおすすめはできるかなと思います。ただその対策をされてとかたまたまとかいろいろあると思うんですけど、肝心のそのベルフェロンの行動が遅くて維持ターンが切れた後にベルフェロンが飛んでくるとか、あんまり功を奏さないケースもあるので、その点は注意は必要ですね。青い光のウィスプ、こちらも狙って発動が容易で、無強化でも6ターン開始前に効果が発動する、また防御型が対象っていうのもいいところです。グランヒルトだったりセイルで挑発を起動させながらアレックだったりバルゼで攻撃を仕掛けたり、逆にオルピナで攻撃をした後にさらにアレックとかで追撃をするとか、いろいろ使い方はありそうなんですけれども、やっぱりアリーナの攻めでですね、自軍の初手2回行動なかなか強力だと思います。グランヒルトだったりオルピナを所持している人は結構おすすめできるカードだと思います。死のグングニル、10ターン開始前に発動して攻撃型に 1000% ダメージを与えるということで、全カードですね無強化で使ってみて、正直一番このカードが強いなと思いました。無強化時点でダメージ倍率がもう最大になってるんですね。最初からしかも攻撃型が対象っていうのもめっちゃポイントがでかいです。やっぱり早く処理したい相手っていうのが、相手のアレックだったりバルゼとか脆いけど放置するとやばいアタッカーなんですけど、発動まで10ターンかかるとはいえ相手の場に攻撃型がいれば確実に発動するっていうのもすごいメリットだと思います。とりあえずですね、取得に迷ったらこのカードを選んどけば間違いはないと思います。はい、以上でランキングの紹介は終わります。僕のおすすめとしては、まず死のグングニル、もう一個は手持ちだったり陣形に合わせて守護のアイギスか青い光のウィスプを取得する、これが一番コスパがいいかなと思ってます。特にダイヤに余裕がない人はですね、しばらくこれらのカードを無強化で使って、様子を見つつですね、ダイヤを貯めて伝説傭兵か通常傭兵、スペルカード、どれにダイヤを使っていくのが正しいかっていう感じで様子を見ていくのがすごくいいと思います。はい、というわけで今回はこれくらいにしようと思います。自分のチャンネルではブラウンダストの有益な情報を発信していきます。チャンネル登録いただけると有益な情報をお届けできますので、ぜひよろしくお願いします。あとは動画閉じる前にいいねボタンを押してもらうとやる気もアップするので、ぜひよろしくお願いします。というわけで今回は以上となります。さようなら。